皆様、こんにちは。和田アカデミーの学長、和田でございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、皆様、ご無沙汰しております。はい、今日の授業はですね、5回目です。5回目の授業はですね、お待たせしました。エアバス320のテイクオフブリーフィングをですね、ご説明いたします。はい。そうですね。経過点のですね、方はですね、今回私が喋ります A320 のですね、ブリーフィングとですね、結構重複しているところが多いですので、ぜひですね、こちらのブリーフィングをご参考にしていただきますと幸いでございます。はい。何ですか？私ですね、そうだ。ですね、今から説明はしますけど、タイプレーティングの、ですね、インストラクターの資格は持っておりません。なので、今回一切余計なこと喋らないです。もう、マニュアルに沿ってのみご説明いたします。はい。ですね。はい。今回ですね、320のですね、テイクオフブリーフィング、すごくね、アドバンスな感じもしますけど、やっぱりこれから320のタイプレーティングをですね、取りに行こうっていうふうにですね、思われてる方多いと思うんですよ。私自身もですね、7年前ですか ?7 年前にですね、自費でですね、タイプレーティング取得しましたけど、やっぱりその時にですね、何を勉強していいか全然わかんないと思うんですよね。その訓練入る前にね。はい。でですね、私個人的にはですけど、二つですね、今から言う二つのことをですね、重点的にですね、やって訓練入っていただきますと、訓練入ってからですね、すっごい楽だと思います。一つはですね、FMGS のセットアップです。はい。で、FMGS のですね、セットアップ。実際にですね、MCD とかですね、ないと難しいかもしれないですけど、アップルとかのですね、アプリのですね、ストアとかですね、探したらですね、その打ち込む、やつがですね、出てきますし、最近はね、もうこの和田アカデミーのですね、チャンネルのみならずですね、飛行機のですね、情報、たくさんですね、YouTube で得ることできます。なんで、それをですね、何回も何回もですね、見てですね、覚えてください。で、二つ目です。二つ目はですね、ブリーフィングです。ブリーフィング。このテイクオフブリーフィングもですけど、あとはですね、アプローチランディングブリーフィングとかですね。このブリーフィングをですね、もう訓練入る前にですね、もうスラスラスラーっとですね、言えたらですね、もう入ってから楽勝です。なので、ですね、皆様はですね、もうこのビデオ何回も何回も見てですね、覚えてください。はい、いいですか？今日ね、喋ることたくさんあるんでですね、もう早速、いきます。はい。ちょっとね、あんまり、ちょっと、準備運動をですね、まだしておりませんけど。はい、今日もですね、行きましょう！テイクオフブリーフィング！はい、それではですね、早速、テイクオフブリーフィングについてご説明いたします。はい。前回ね、ご説明しましたように、今回のエアバス320のですね、ブリーフィングに関しても、ほとんど一緒です。ジェネラルブリーフィングと、エマージェンシーブリーフィングの、二つですね。はい。ただですね、今回、エアバス320ですね、運航するにあたってですね、当然、オートパイロットほとんど使いますので、なんですか、ちゃんと自分たちがですね、セットアップしたものをですね、その FMGS をですね、ちゃんと絡めて説明しないといけないです。何かというと、例えば、なんですか、そのキャプテンとですね、一緒にですね、意思疎通がですね、しっかり取れたとしても、打ち込んでたものがですね、違う SID だったら、離陸してた時にですね、その違う SID フォローして飛んできます。なんで、ですね、ちゃんと自分たちが打ち込んだですね、ものがですね、ちゃんと、正しいかどうかですね、ダブルチェックしていきながら、ブリーフィングをしていかないといけません。はい。今回は説明しないんですけど、基本的にですね、FMGS のですね、セットアップはですね、以上の、このような流れでですね、セットアップしていきます。まず、データですね。はい。ここのね、ボタンポチッと押すとですね、エアバス320とかですね、エアデータがですね、何日から何日まで有効ですよとかっていうのがですね、確認できます。はい。あとは、イニット A。イニット A。イニット A はですね、離陸して、出発空港、着陸空港、あとはですね、大体飛行場、あとはですね、どの、高度を飛びたいかとかですね、何がセットできますかね。あとはグランドテンプラチャーとかですね、そういったものをですね、イニット A 打ち込めます。はい。フライトプラン。フライトプランはですね、ここ押すとですね、
なんだ、出発空港と、目的地空港。あとは、大体飛行場をセットしてるんであれば、大体飛行場もですね、出てきますけど、SID 入れてですね、で、あとはですね、航空路入れてってですね、で、あとはスター入れて、あとはアプローチ入れて、で、なんかダイバージョンするんだったらですね、その着陸空港からですね、大体飛行場までですね、ルートをですね、設定することが、このフライトプランページでできます。はい。次、セカンダリーフライトプラン。セカンダリーフライトプラン。これ何入れてもいいです。何入れてもいいわけではないですけど、例えば、ですね、離陸してですね、なんかエンジンに1個にですね、不具合があってですね、出発空港にですね、リターンバックするときのですね、フライトプランを入れたりとか、あとはですね、なんだ風がですね、バリアブルでですね、その離陸のですね、ランウェイがですね、違うランウェイになるかもしれない時とか、だったらですね、違うランウェイからの SID 入れたりとか、セカンダリーフライトプランというのはですね、基本的にはですね、そのプライマリーのフライトプランに、影響は及ぼさないです。なんですけど、忙しい時にね、このセカンダリーフライトプランにですね、もうすでにその情報をセットしておくと、そのセカンダリーフライトプランからですね、プライマリーのフライトプランの方にですね、スワップすることができます。はい。あとは、ラッドナブ。ラッドナブはですね、自分たちがですね、これから、使用する SID でですね、必要な VOR を入れたりとかですか、ですね、入れることができます。あと、イニット B。イニット B はですね、その日の運航のですね、飛行機の重さであったりとかですね、あとは燃料どれぐらい積むかとかですね、そういったものをですね、イニット B にですね、インプットすることができます。はい。パフォーマンス。パフォーマンスはですね、その日のですね、テイクオフパフォーマンスでですね、V1 とかですね、V2 とかですね、数字が変わってくると思うんですけど、それをですね、このパフォーマンスページにですね、打ち込むことができます。あとは、何ですか、フラップのコンフィギュレーションが、いくつで離陸するかとかね、そういうのを入れることは一応できます。はい、プログレス。プログレスはですね、その日のですね、オプティマムフライトレベルとかですね、マクシマムフライトレベルとかですね、これぐらいのコード飛んだらいいんじゃないでしょうかっていうふうにですね、おすすめですね、エアバスがしてくれます。で、そういうのをですね、確認もできますし、あとはですね、レファレンスですね。例えば、ですね、どこどこ VOR からのですね、方位とか距離が知りたいとかですね、ランウェイいくつかですの、からの、方位とか距離がですね、知りたいっていうのをですね、ここのプログレスページのですね、レファレンスに入れるとですね、知ることができます。はい。でですね、これをですね、縦読みですね。していいかわかんないですけど、縦読みするとですね、はい。ディフスリップですね。はい。ディフスリップ。っていうふうにですね、海外のですね、フライトスクールとか、トレーニングセンター行くとですね、教官がですね、こういうふうに打ち込んでっていうふうに言うと思います。で、これはマニュアルにも書いてます。はい。なんで、これはぜひ覚えておいてほしいですね。で、ブリーフィングですけど、初めはですね、このブリーフィング、もうこれに沿ってですね、説明してもいいかもしれませんし、エアバスのですね、そのマニュアルにですね、こういうふうにブリーフィングしてくださいっていうふうにですね、シークエンスちゃんと書いてあるんで、それをですね、今回私は、説明いたします。なんですけど、慣れないうちはもうこれ通りで言っていいと思います。そもそも会社入ったらですね、また違うブリーフィングの仕方があると思うので、それはまた会社先のですね、所属先のですね、ブリーフィングのですね、順序にですね、合わせてください。はい。ですかね。で、あとですね、エマージェンシーブリーフィングです。エマージェンシーブリーフィングはですね、慣れてきたら、ですね、any malfunction before V1 と after V1 の2パターンの、説明でいいと思います。なんですけど、やっぱね、これからね、タイプレーティング取られる方はですね、やっぱりね、実際に頭の中にですね、叩き込んどかないと、もしそのシチュエーションになった時にですね、ちゃんとね、そのアクションを起こせないと思うんですよ。なので、今日ね、私が喋るブリーフィングはですね、もう、コンプリートバージョンのブリーフィングをします。で、それで、初めはなるべく覚えてください。で、それをね、何回もですね、喋ってですね、暗記してですね、もう完全に言うようになってから、before V1 と before VR のですね、2パターンのブリーフィングでいいと思います。はじめはですね、any malfunction before 100ですね、100ノットまでに何かあったとき。で、2つ目はですね、100ノットから V1 までの間に何かあったとき。で、最後はですね、V1 以降に何かあったときのですね、3パターンでですね、はじめはですね、練習してください。はい、それでですね、早速ですね、私ですね、学長自らブリーフィングを行わさせていただきます。
Good afternoon, Captain. Takeoff briefing. Today's flight is from Sihanoukville International Airport to Phnom Penh International Airport. The weather at departure airport is in VMC, but while climbing, we might encounter the turbulence. So we're gonna notify cabin crew and passenger with seatbelt on. And whole of flight, no anti-ice conditions. And our aircraft is Airbus 320. And according to QRH, no OEB for our aircraft. We can double check now. Effective July 7th, 2020. MSN is 7777. No OEB. Double check. And also, we check the tech log. No defect. So no manual operational procedures and no CDL as well. And air data is invalid. For the NOTAM, currently the departure airport, Sihanoukville, okay, the taxiway Bravo is not available, and also IS runway 21 is not available as well. So in case of returning back to here, we have to consider via runway 21 approach or beach approach. And init A, okay, departure Sihanoukville International Airport, and then destination is Phnom Penh International Airport, and then alternate airport is Siem Reap. And the flight number, Weather Academy 001. And I just said the constant index is 30. And expected flight level is 150. And drop post, I just said 50,000 feet. And then current ground temperature is 30 degrees Celsius. And then we still waiting for the lost seat. But I just said expected. Zero fuel weight is 44.2 tons, and then zero fuel weight CZ is gonna be 29%, and block fuel is 5.2 tons, and expected taxi fuel is gonna be 200 kilogram. So expected takeoff weight is gonna be 49.2 tons, and the expected landing weight is gonna be 47.9 tons. So both of them are below maximum takeoff weight and also below maximum landing weight. Actually, today's flight, the aircraft is very light, only few passengers on board. And then trip wind today is calm, and the extra fuel is gonna be 1.4 tons, which we can expect hold of Phnom Penh 48 minutes. According to TAF, we might encounter thunderstorm rain at the destinations, so I think it's enough fuel for the extra. And the current stand is 6 of Sihanoukville. Okay, chart is a 10-9er and effective 12 June 2020. Okay, after pushback, a normal engine start, and expect to face to north, and then we expect to taxi by Alpha and full next departure runway 21. Fuel elevation is 10 feet. And runway heading is 208. Then this airport, this runway is not too long, but as I mentioned, our aircraft is very light. So let's take off with the flex and config 1, and also pax on departure. We're still waiting for the low speed as I mentioned. So let's calculate the speed later. But anyway, I mentioned, let's set config 1 in advance, and then transition altitude is 10,000 feet, and then thrust reduction altitude and acceleration altitude, engine acceleration altitude is gonna be default to 1,510 feet, so which is 1,500 feet AGL. Anyway, after airborne, we expect for the PSET1 departure. You can check the chart is 10-3 Bravo. Effective 9 February 2018. Okay, after airborne, I'm heading 208, and then climb out of 500 feet, right turn, and direct track out of below 5,000 feet, and right turn again to auto rest out of above 9,000 feet, then right turn again and to Alexei at above flight 120, then PSET. And then this departure has a climb gradient requirement, which is a 6.8% until
1,000 feet. So we have to remind that. And also, transition actually is 10,000 feet. And MSA, west side has 2,800 feet. And also the highest MSA is gonna be the northeast side, 5,000 feet. Actually, the northeast side has the 2 MSA. Within 13 DME is 2,600 feet, and then above 13 DME until the 25 DME, which has 5,000 feet, which is the highest MSA. That one is around Alexei. Okay, then after PSAT, according to this SID, proceed to Papa November Hotel, but I just said connecting to the arrival runway 23 of the Phnom Penh. Anyway, I will explain it later while approaching. But anyway, the total distance is 154 nautical mile and 32 minutes on the MCDU. Captain, please double check with our flight plan. Okay, no big difference, so double check. Okay, and the lab nav. My side, I just set a Kilo Oscar Sierra, I mean the Sihanouk VVR. And in case of return back, I just set a course 208, and then you can set it on your side, please. And the progress page, cruise level, the expected one is a 150, and the optimum flight level is a 185, and then recommended the maximum actually is a flight level 3908. And then probably we might have a shortcut to the Phnom Penh later, so I think flight level 150 is enough. And then I just set the reference Kilo Oscar Sierra and GPS primary high. And for the secondary flight plan, I just set the return back to Sihanoukville International Airport by BO runway 21 approach. And then for the chart, MDA is gonna be 7910. So I just set here the 840 for the battle. Okay, and then emergency briefing. If any malfunction before 100 knots, you call stop. You apply full reverse and also full brakes. After full stop, you set the parking brakes on and notify cabin crew, attention crew at stations. This time, right side takeoff. So I'll be back to the pilot monitoring duties, observe reverse green and decel, and after full stop, notify ATC, Water Academy 001, stopping the runway. And in the worst case, we have to consider the emergency evacuation procedures. If any malfunction after 100 knots but below B1, we have to reject takeoff with the following situations: engine failure, engine fire, side stick fault, thrust lever fault, reverse fault, reverse unlock, and red icon warning. Same procedure will be applied. If any malfunction after V1, all your go decisions, just continue takeoff, runway heading 208, until 400 feet, no action except gear retractioning and cancelling warning cautions. And 400 feet, ECAM actions. In case of controllable failure, just straight ahead, MSA, I mentioned 2,800 feet, and then right turn, and then proceed to Vanna, and make a holding until we are ready for approach. So we have to stop climbing 2,800 feet to the ATC, and also we're gonna declare Pam Pam. If in case of uncontrollable engine failure or engine fire, we have to declare the Mayday, and then once everything is ready, we stop climbing, request stop climbing 1,600 feet, and the right turn, joining the right traffic pattern, then land as soon as possible. And other situations, just follow the SID first. And for this flight, I think a short flight to the destinations, and then better facility and the longer runway. So let's continue to the Phnom Penh.
And then for all the situations, we don't have to consider overweight landing. Any suggestion, Captain? Thank you. はい。皆さんいかがだったでしょうかということでですね、今日もですね、インフォメーションたくさんありすぎて頭がパニックになってるかもしれないですけど、ぜひ全部覚えてください。丸暗記です。何にも見なくても全部言えるようになってですね、初めてですね、もう土俵に立ったと思ってください。はい。でも本当大変ですけどね、毎日言ったら絶対覚えられます。はい。で、これね、覚えたらですね、もうあと相当楽です。もうその日のね、ウェザーとかですね、ちょっと違うシチュエーション来たらですね、もうそれをね、ちゃんと入れ替えてですね、もう喋っていくだけですので、今ね、時間あると思いますから、毎日ですね、もうひたすら喋ってください。よろしくお願いいたします。あとですね、チャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。またね。